最近、以前よりも力が抜けたような感覚、一度は感じたことはありませんか？階段を上るときに、よりきつく感じたり、軽かったものが少し重く感じられることがあります。多くの方は、こう思います。年のせいだろう。しかし、この変化、見過ごしてはいけません。55歳で退職後、穏やかな生活を送っていたある男性は、最近、体の変化を感じ始めました。以前は問題なかったことが、次第に負担に感じられ、長く立っているのも辛くなりました。特に、朝起きたとき、体が思うように動かない感覚がありました。彼はこう言いました。急に弱くなった感じがして戸惑っています。このように、体の力が徐々に落ちていく変化は、単なる加齢ではなく、筋肉減少のサインかもしれません。重要なのは、この変化は、今からでも十分に管理できるという点です。今回の動画では、筋肉減少をどのように理解し、どのように管理していくべきかを、わかりやすく解説していきます。最後までご覧いただくと、今の自分の体の状態を違った視点で見られるようになるはずです。筋肉減少と聞くと、多くの方が運動不足が原因ではと思われます。確かに、活動量の低下も影響します。しかし、この問題を単純に運動不足だけで考えるのは少し不十分です。58歳で飲食店を営むある男性は、一日中立って働く生活をしていました。そのため本人は、活動量は十分だと思っていました。しかしある時から、体の力が以前と違うと感じ始めました。特に、物を持つときや、バランスを取るときに、力が抜ける感覚がありました。彼はこう言いました。動いているのに弱くなるのが理解できません。このように、筋肉減少は、単なる運動量だけでは説明できません。体は、筋肉を維持するために、様々な条件が必要です。栄養、睡眠、生活リズム、そして筋肉への刺激の与え方など、すべてが影響します。だからこそ、一つの方法だけでなく、生活全体を見直すことが重要です。筋肉減少は、ある日突然始まるものではありません。少しずつ、ゆっくりと、体の力が低下する方向に進みます。そのため最初は、単なる疲れと感じやすいのです。60代前半のある男性は、規則正しい生活を送っていましたが、最近になって変化を感じ始めました。朝起きると、体が以前ほど軽くなく、短い距離でも少し負担に感じるようになりました。特に、一日を終えると、以前より早く疲れるようになりました。彼はこう言いました。同じ生活なのに、体がついてこない感じです。このように、
筋肉減少は日常の中で徐々に現れます。活動量が変わらないのに、力が落ちたり、回復が遅くなった場合は、一度見直す必要があります。また、筋肉は使わなければ減りますが、使い方が適切でない場合も、効率が下がることがあります。だからこそ、今の状態を単なる疲れとせず、変化として捉えることが大切です。まず考えられる原因は、筋肉への刺激不足です。多くの方は、それなりに動いていると思っていますが、日常の動きだけでは、十分な刺激にならないことがあります。50代後半のある男性は、毎日買い物に行き、家事もこなしていました。しかし、徐々に力が弱くなっていくのを感じました。特に、物を持つときや、バランスを取るときに違いを感じました。彼はこう言いました。動いているのになぜ弱くなるのでしょうか。日常動作は維持には役立ちますが、筋肉を保つ刺激としては不足することがあります。筋肉は一定以上の刺激があって初めて維持されようとします。しかし、同じ強さの動きを繰り返すだけでは、体は慣れてしまい、変化が起きにくくなります。重要なのは、動くことではなく、筋肉が認識する刺激です。次に考えられるのは、栄養バランスです。筋肉は、運動だけでは維持できません。必要な栄養があってこそ、回復と維持が可能になります。50代半ばのある男性は、食事はしっかりとっていると思っていました。しかし忙しさの中で、簡単な食事が増え、栄養バランスが崩れていました。特に、タンパク質が不足していました。彼はこう言いました。お腹は満たされるのに、力が出ません。このように、量と質は別の問題です。筋肉は、刺激と栄養の両方が必要です。食事時間が不規則だったり、偏った食事が続くと、体のバランスは崩れやすくなります。大切なのは、多く食べることではなく、バランスよく食べることです。では、どの段階で注意すべきでしょうか。すべてが問題ではありませんが、繰り返される変化には注意が必要です。60代前半のある男性は、最初は疲れだと思っていましたが、次第に変化がはっきりしてきました。以前より、少し動くだけで疲れやすく、回復にも時間がかかるようになりました。特に、体を支えたりバランスを取るときに、力不足を感じました。彼はこう言いました。当たり前だったことが難しく感じます。このように、筋肉減少は、日常の小さな変化として現れます。以前より休む回数が増えたり、動きが負担に感じる場合は、見過ごさないことが大切です。重要なのは、不安になることではなく、変化に気づくことです。体は、小さなサインを繰り返し送っています。
同じ変化が続く場合は、一度状態を見直してみましょう。では、どのように管理すればよいのでしょうか。大切なのは、無理せず続けられる方法です。60代前半のある男性は、少しずつ生活を変えました。短い時間でも、体に刺激を与える時間を作り、食事のリズムも整えました。彼はこう言いました。大きく変えなくても、続けることで変わります。筋肉減少の管理には、3つのポイントがあります。1つ目は、筋肉への適度な刺激です。2つ目は、バランスの良い食事です。3つ目は、十分な休息です。この3つを無理なく続けることが重要です。これまでお話ししたように、筋肉減少は年齢だけでなく、生活の積み重ねによる変化です。だからこそ、今からの行動が大切です。60代後半のある男性は、遅いと思いながらも、小さな変化から始めました。生活リズムを整え、短時間でも体を動かし、食事のバランスを意識しました。彼はこう言いました。少しずつ変わるのがわかると続けられます。筋肉減少は、今からでも十分に対応できる問題です。重要なのは、完璧ではなく、継続です。体は、小さな変化の積み重ねに、最もよく反応します。今回の内容で、当てはまるものはありましたか？コメントで一言だけ残してください。皆さんの声が次のテーマになります。個人差があります。正確な診断は専門医にご相談ください。役に立ったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。